こんにちは、BA です。今回は梅雨の合間の多肉ごとお一人様多肉を紹介しながら枯れ葉取りをしたり蒸れてしまった多肉をご報告したいと思います。最後までよろしくお願いします。数少ない私のお一人様多肉の棚も自然の恵みの雨をいっぱい浴びてしまいました。過保護に育てているので手がかかります。こちらは以前からいるお一人様多肉ケース。高級な韓国苗とかいないけど大切に過保護に育てています。過保護っていうか放置気味、胴切りした方がいい子がいますね。数時間後に乾いたのでお一人様多肉の枯れ葉取りをしました。枯れ葉をそっと持ち上げてピンセットでつまんで取っていってます。葉を傷つけないよう先の丸いピンセットを使用しています。今年購入した多肉です。今のところ大丈夫そうですね。1年半前に購入した大和のバラです。小株はそろそろ親離れの時期でしょうか。寄せ植えから救出した桃太郎です。バランスが崩れてしまっています。この時期枯れ葉を放置すると腐って虫やカビの原因になるので取り除いています。可愛らしさはどこへ行ったのでしょうか。秋に植え替えしたいです。これは記録がないのでうちの古株さんです。いつか胴切りに挑戦しようと思います。葉の間に出ている茶色の棒はカットした花芽の茎です。程よく枯れているので根元から抜くことができました。買った時にはなかった小株が嬉しいです。
この子はメルカリで買いました。初めての抜き苗です。お水を吸いすぎて開きすぎですね。この子も胴切り候補です。これも購入の記録がありません。多分100均で買ったんだと思います。小株がいくつかついていました。葉ざしもよく増えます。次は買ったばかりのプレリンゼです。お水をいっぱい含んでいるのか大変重いです。早く乾かしたいのでポットの上の部分をカットして風通しよくしたいと思います。プレリンゼとマーガレット・レッピン、それぞれ4個ずつ合計8株セット。同じ種ですが安かったので買いました。土が乾いたら植え替えようと思います。最後は蒸れてしまった七福神と白ボタンです。七福神はいろいろ試して最後に地植えしました。我が家で一番風通しの良い屋根のある場所です。むしっと暑い日が続いたと思ったら茎が真っ黒になっています。こちらはかろうじて形を保っていますが、触るとこの通りです。茎の黒い部分だけカットして数日様子を見ましたがダメでした。最後に残った一株は大丈夫そうです。白ボタンは赤い矢印のところ、ある日突然蒸れてしまいました。株元の葉は柔らかくグミのようになっています。また別の日、蒸れているのを発見です。予防策として私にできることはこれくらいしかないので、濡れたらパフパフしてます。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらグッドボタンを、ぜひ
チャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。